皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之を送る既存メディアと異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願はい、いしまよろしくお願いしす。はい、おます。願いします。今回は強くなった日本のワールドカップ優勝への道を探るということで、はい、それの2回目としては、グはい、ループリーグはどんな風にしてほい、勝っていったらいいのかなというほい、ことで、相手がオランダとチュニジアとスウェーデンとスウェーデンになりました。いうことに決まりましたが、イギリスの報道によりますと、オランダもチュニジアもスウェーデンもランキング、要するに今のパワーランキングから言うと、日本より下だというような評価も出ているようですが、うん、そんなに安心はできないと思いまうん、すが、どうですか？大隅さん、突破はまあできますよね。今回48のワールドカップっていうことは、はい。グループの3位でも、単位もでも、はい。3位12チームのうち8つが上に上がれるということなんで、はい。まあ、僕はそこにまでは入るだろうというふうには思ってます。なるほど。はい。後藤さんはいかがですか？うん。まあ、多分、3位以内は入れるだろうし、多分2位ぐらいでいけると思うんですけどね。1位では無理だっていういや、ことですか？その無理じゃないです、1位無理ではも。ない。だって前回4年前は日本が1位であ、突破したんですからね、そうですね。十分あり得ることだと思いますさあ、よ。そこでやっぱりオランダ、チュニジア、スウェーデンで一番怖いのは大隅さん、オランダなんですかね。でま初戦、あそうです。はい、はい。やっぱり個の力が非常に強い選手がはい、揃ってるっていうことで、はい。日本としてはやっぱり一番やりにくい相手だと思いますね。うん。これはなんか引き分けでもいいとか、そういう感じではないんですかね。はるか昔になってしまいましたけど、一勝一敗一引き分けなんていうことを何回も繰り返した監督がいましたけれども、一つぐらいまあ引き分け挟んでもいいやとか、そういう戦い方になるんでしょうか、今の日本としては。あるいはならないんでしょうか。最初から引はい、き分け狙いで戦うっていうのは、これはよほど強いチームがね、はい。完全に相手を制圧できるようなチームが今日は引き分けでいいや、それはできると思いまああ、す。だけなど、るほど。強い相手にね、最初から引き分けでいいやって、それ戦いはできない。サッカーでそれは無理だと思います。残りなるほど。時間があと10 15分、10分になった時はい。に同点だったら、これはなんとか引き分けに持ち込む。これはあり得るなんとか。と思います。はい。はい。だからなそれはるほどね。最初からもう試合は勝つために始めるのが、あ、まあね、それしかないと思いますね。はい。そしたら、後藤さんに新たにお伺いしますが、三つ目の国がなかなか決まらなかったのがスウェーデンに決まりました。これについては決まった瞬間に何か嫌なチームと決まったなっていう声が結構聞こえたんですけれども、それはいかがでしょういや、か？僕はスウェーデンとポーランドの決勝戦2試合ともはい。見ましたけれども、はい。ポーランドの方が強かったんでね。じゃあスウェーデンあでよかったなと思いましたけどね。ああ、そうですか。スウェーデンは結構、最初のヨーロッパ予選では勝ててないんですよね。ゼロ勝ですよね。ゼロ勝ですよね。なんでそれが出場権獲得するんだって、これ、レギュレーションがおかしいじゃないかと思いますけど。なるほど。でもなんかゲーケラシェですか？えそうそう、だから素晴らアーセナルしいスの選手ですよね。ター選手がいると。実際にポーランドの試合でも、第一ね、戦はハッ得点しトトリックしまましたね。はい。したよね。だからそれは彼は十分に警戒しなければいけないけれども、とはい。にかく今度の、予選は勝つためにもう超現実的なね、守備を固めて、激らしの、カウンター一発にかけるって、そういう戦いなるほど。方をしました。だけど、こはい。れは本大会の時もそうやってくるのか、あるいはもううん。少しちゃんとボールを持ってくるのか、もう監うん。督が変わったばっかりですしね、ちょっとあそこら辺は分からないですよ。実あ、際に大なるほど。会が始まってみない。ただ、3戦目ですから、はい。最初の2試合偵察できるんで、その辺は問題ないと思いますけどね。なるほどね。大隅さん、2戦目のチュニジアっていうのは一度2002年の
日韓ワールドカップの日本で試合がありましたですよね。はい。2対0で勝ってると。はい。その時に比べるとなんかかなり強くなったというような評価もあったみたいなんですが。そうですね。あのはい。時はね、まあ、フィジカルで日本の方が上だったような気がしますよね。うーん。つまりそのチュニジアそんなに大きい選手がいなくて、はい。まあ、フィジカルでも日本の方が上回った結果、楽に試合を進めることができた。だけど、はい。今はかなりフィジカルが上がって、北ヨーロアフリカのチームみんなそうですけど、うモロッコなんん。かもそうですけど、はい。非常にフィジカルが上がっていて、うん。まあ日本としては甘く見ることはできない相手になってる。うん。なるほど。うん。ということは、まあ3チームともはそれこそ甘く見ることはできないとは思いますけれどもちろん、も、試合はね、どんはい。な相手でも甘く見ちゃいけないわけですけれども、はい、はい、僕、そうですね。チュニジアもカナダとも試合見たんですけれども、もううん。カナダが一方的に攻めて、はい。もうどうして1点取れなかったんだろうというような0-0の引き分けだったんですけれうども、あれん。を見るとやっぱりチーム力落ちるなと思いましたね。ああ、なるほどね。うん。まあ、そしたら、まあ、日本の、なんて言いますか、大隅さん、戦略としてはどういう感じでいくんですかね。オランダはともかくね、なチュニジア、スウェーデンっていうのは、やっぱり日本がボールを支配して、攻めて、うん。相手が守りを固めてカウンター出そうというふうになサッカーになると思うんですよね。はい。ですから、カウンターを受けないようにする、攻め込んだ試合でもちゃんと点が取れるようにするっていうのは、まあ、うん。今ずっとやってきたことなんで、アジア予うん。選でも同じ状況でしたから、はい。えっと、まあ、この2チームには僕はしっかり勝ってほしいなっていうふうに思って。なるほそのために、この間のね、スコットランド戦は非常にいい予うん、ど。はい。行演そうですね。習になったんうん。ですよね。はい。スコットランドが守りを固めて、日本はい。が攻めるんだけども、なかなか点が取れななかなかかった。手が入らない。はい。そしたら、森保監督がなんと塩貝を入れて、はい。ツートップにして、ボランチをはい。一人にしてという、して、とんでもないことを始めたんですよね。それでだから、やっぱり、無理やり、無理攻めですよね。それをやってあれは、最後に1点取って勝ったわけです。それは、だから今度のワールドカップ最後の時にスウェーデン戦でね、どうしてうもこの試合ん、は勝たなければいけないやっぱり、とか、うあるいはん、もう1点取ったら首位通過だとか、うそういうん。時にね、使える非常にいい予行演習になったと思いますね。あれ、ツートップにした時っていうのは、私のような素人はですね、おお、いいぞ、いいぞ、ここで点を取れと思ったんですけれども、それは逆にここはやばいなという感じもあったわけですか、やっぱり。いや、え中盤で、守備的なって後ろの方を担当はい。するのが、鎌田一人だったんですよね。そうですね、はね、い。大丈夫かよっていうふうには僕は思いましたけど、でも、ああ、それを彼が非常にうまくやっていた。はい。で、なるほどなというふうに思ったんですけど、なるほど。うはい。ん。あれ、だからあれはやっぱりギャンブルなんでね、そのう試合がん、どうしても勝たなければいけない試合なのか、う勝ち点ん、1でもいい試合なのか、うん、そういった状なるほど。況によってあれをやるかどうかっていうのは変わってくると思いますけれども、ただあそれが必要にあ、なった時に、実際に実践でやって成功しはい。たという体験があるのはすごく大きな、武器になりますよね。僕なるほど。と想像するんですけど、あのはい。形をね、練習でやってたとは思えないんですよね。あで、あ、なるほど。試合の中で、こうして、こうだからこうしてみたらっていう、コーチ陣のみんなの考えで、うん、森保さん決断したと思うんですけうど、ん、それを選手たちがすぐ理解して、それにふさわうん。しいプレーができていたっていうのは、やっぱり今の日本代表チームの、完成度だと思いますね。なまあ、るほど。スコットランド戦では10人交代したんですけど、10はい。人変わっても、普通だったらだれるところが、うん、全然だれるっていうか、まあ、うまくいかなくなはい、るはい、ところがはい。あるはずなんですけど、全くだれるところか、どんどん上がっていったっていうのは、やっぱり、こはい。れは、チームとしての、今、成長だと思います。そう、なるほど。よくクラブチームと代表チームの違いっはい、て言ってね、クラブはもう毎日練習一緒にやっはい、てるわけですから、非常にこうコンビネーションがいい。それに比はい、べてどうしても代表チームっていうのは集まって試合して解散ではい。すから、あまり細かいところは詰められないと言われてるうん、んですけど、この間の、スコットランド、イングランドの2試合見ると、日本はまるでクラブチームのようだったですね。なるほど。うん、まあ、うん、森保になって8年ですからね。うん、あそれもあ、すごく大そうですね。きいと思います。もうはい。一つ一なるほど。つ積み重ねてここまで来たってことですよね。なるほど。
すごく納得してしまいましたけれども、まあ、これで、グループリーグは、まあ、3位よりも下、4位になることはないだろうということは突破はできるだろうと。あとは、こう、戦っていくんですけれども、後藤さんどうなんですか？やっぱりこれは選手のコンディションとか考えて、私はそれこそ、なんつうか、初めて日本が、ワールドカップに出たフランス大会なんかで、アルゼンチンなんかが、もうグループリーグなんかは、突破するのは当たり前だと。だから、コンディションを整えて、決勝トーナメントの最後の方にピークを作るように持っていくというのをやってたように思うんですけれども、日本もやっぱりそういうふうにやっていくというような段階に来たと。それができるようになったら本当に優勝を狙えるようになりますよね。今はまだま、それ無理ですよ。一ま、試合一まだ、試合グループリーグの3試合戦って確実に突破することを考えないといけない。昔はね、本当はい。にそういう戦い方をする優勝候補のチームいっぱいあったんですよね。はいだけどはい。一時それが難しくなった、よそのアジア、アフリカのレベルもそれなりに上がってきて、はい。やっぱりちょっと手を抜くとやられちゃうことがあいや、るんで、なかなかそのグループリーグで力を温存してっていうやり方が難しくなったんだけど、今度のね、ワールドカップでやっぱり48になりましたから、グループはい。によってはこれはもう明らかに力の差があるなっていううグループん。が結構あるんでね。ありましたね。はい。今回は逆になんかそういうことをやってくる強豪チームがあるんじゃないかなという気がしてるんですけど、日うん。本はまだそこまで強くなってないです。なるほど。おまけにちょっとなかなかしんどいグループの中にも入ったということも言えるのかなとも思いただね、ますけれども。僕はね、今回ね、日本の試合もちろんですけども、はい。予選の試合とか親善試合いっぱい3月末にやる。はい。やってますね。あれ結構一生懸命見たんですけれども、はい。今の FIFA ランキングって結構正確だなと思ったんですよね。やっぱり FIFA おー。ランキングの、一桁台の上位の、例えばフランスとかアルゼンチンとか、はい。スペインとかね、はい。あんまりいい結果出なかったんですよ。それからアルゼンチそうです。ンなんて明結果らかにとしては。格下とやってました。でも、それはやっぱり絶対値っていうのを見たら分かりますから、やっうぱりん。上位のチームは、これはちょっと絶対かなわないぐらいのう力の差感じん。たし、やっぱりランキング30位、40位って言って明らかに力落ちますよ。うだからやっぱん。り今の、日本のグループ見たときに、うん。オランダ、日本、そしてチュニジア、あるいはスウェーデンっていうね、やっうん。ぱりこれ、力の差はあると思いますよ。だからなるほど。勝てるとか言ってるんじゃないですよ。はいどんなにはいはい。力の差があっても、はい。逆転することはできるサッカーはね。はい。だから日なるほど。本が優勝なんて言えるわけですから、なるほど。でもやっぱりね、力の差はスウェーデン、チュニジアとよりは日本上だと思います、間違いなく。ああ、なるほどね。大隅さんいかがですか？まあ、僕も同じ考えですね。うん。で、まあ、強豪国にすれば、とにうん。かく頭の一試合勝てば、うん。もう、あとはうまく、やりながら流せるっていう感じがあるうんですね。ん。うん。ですから、日本戦にオランダは全力を注いでくると思います。おお、なるやっぱりほど。日本も、やっぱり、その最初の試合が一番大事だと僕は思ってるので、はい。そこでどんなサッカーを見せられるか、どんなうん。結果を得られるかっていうのは非常に興味深いですね。うーあれが一番嫌ですん。ね。日本が最初にオランダに、やられて、オランダが後の2試合ちょっと手を抜いて、どっかに勝ち点3をやっちゃったとかいうのが、日本にとっては一番困る展開です。なるほどね。そういう、嫌な想像っていうのが意外と現実味を帯びて頭に残ってしまうというところがあるんですけれども、あの、なるほど、今、後藤さんに言われたように、日本はまだそういうコンディショニングを全部考えた上で決勝まで呼んで戦えるまでは行ってないと。まだそういう強豪チームには入ってないとそうね、いうところ。特に今回はまあ、チュニジア、スウェーデンより日本強いと思いますけども、はい。そんなに極端な差があるほどの差じゃないですからね。なるまあ、ほど。それに、もう少し弱い、チームが一つ入っててくれるとね、嬉しかったんですけどね。キュラソーとかキュラソーとかカポベルああ、デとかが勝手に決めつけちゃいけないですけどね。うんなるほど。なるほどね。まあ、そんなところで日本がグループリーグを突破したら、どうもブラジル、モロッコあたりとぶつかることになりそうだということになりそうなんですよね。そうです。まそうです。あ、1、2、1、2 1、2で、だと、そう、通過すお、るとです。えー
の1、2位と当たるっていうような形ですね。はい。まあ、スしょうトレーがないですね、それは。ちなみに3位になると、多分フランスとやる可能性が高いんですよね。ああ、そうなんですが。3位になるとどこに行くか結構難しいんですけども、はいフランスはいはい。とやる可能性が結構高いんですよね。なるほどね。まあ、そういうのは考えても仕方がないことかもしれませんが、さて、決勝トーナメントをどういうふうにして勝ち進んでいったらいいのかと、そういう秘訣を3回目の大隅さんと後藤さんには詳しく聞いてみたいと思いますので、もう一度、ゲストとして出演をよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございましありがとうた。ございました。はい。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ田脇のスポーツジャーナリズムは今週のテーマ、日本サッカーワールドカップ優勝への道を本気で検証するのエピソード3、決勝トーナメント、ブラジル、モロッコ撃破とその上へ進むためにはです。引き続き、大隅さん、後藤さんとともにお送りします。それでは皆さん、次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。さよなら。